皆さんこんにちは。週末にかけて日本株市場は再び大きな下落に見舞われましたけれども、その原因としてよく挙げられていた目についたのがジャクソンホール・パウエル議長の発言、アメリカの利上げをめぐる動きですけれども、今回のテーマは週末にかけて株が暴落した要因、これはパウエル議長の発言、様子見をするマーケット、そういった理由ではなくて、とある銘柄のテクニカル的な動きが非常に強かった。このことをご紹介したいと思います。そしてそのとある銘柄のテクニカル要素を理解した上で、今後の相場、どのように考えて捉えていけばいいかというのを皆さんと一緒に共有したいと思いますので、よろしければ今回も最後までお付き合いください。まずご覧いただきたいのは週末にかけての大幅な株式相場の下落。こちら日経平均の各銘柄ヒートマップですけれども、8月24日金曜日の騰落を示しております。日経平均指数としてはマイナス600円を大幅に超える 2% 以上の下落。その中で個別銘柄に関しては緑が前日比で下落した銘柄。一方で赤の銘柄は前日比上昇した銘柄となっています。色が濃いものほど騰落が激しかったということですけれども、最も大幅に下落したのは左上東京エレクトロンの約マイナス 6%、さらにはアドバンテスト 10% の下落と、こちら2銘柄に関しては日経平均における構成割合も上位になっていますので、指数の下げを主導した形となりました。さて東京エレクトロンやアドバンテスト、さらには日経平均外の銘柄ですけれども、レーザーテック、こういったところが大幅に下落した金曜日。どの銘柄も半導体関連ですけれども、半導体関連といえば、最近相場を賑わしているのがアメリカの NVIDIA。こちらが決算を発表した影響が日本のマーケットでも引き継がれたわけですね。あそこまで大幅に各銘柄下がったということは、NVIDIA の決算悪かったのかというと、そういうわけではありません。皆さんもご存知の通り、非常に良好な決算を発表しました。株価の推移をご覧いただいても、こちら直近2日間、そして中ほどには時間外の株価推移もつけています。ご覧いただいている横軸に関しては、日本の時間軸となっていますので、この黄色の枠で囲っているアメリカにとっての時間外取引は裏を返せば日本のマーケットが空いている時間帯ということで、木曜日半導体関連の銘柄は軒並み上昇していました。この米国の時間外取引、日本時間で言いますと木曜日のマーケットですけれども、NVIDIA の決算が非常に良好なものが出るということで、NVIDIA 株は時間外で大きく上昇、そして日本のマーケットでは半導体関連東京エレクトロンやアドバンテスト中心に大きく上昇しました。しかし日本の木曜日の深夜、アメリカの市場内取引の時間帯、ここに入ると NVIDIA 株はずるずると売りに押されていき、結局は前日比でプラスマイナスゼロに近い水準まで押し戻されてしまった。非常に良好な決算を出したにもかかわらず、株価はプラマイゼロということで、この後にマーケットが開いた日本の金曜日、半導体関連は一転して大幅な下落に見舞われたということですね。ということで冒頭から申し上げているとある銘柄のテクニカル要因、その銘柄というのは NVIDIA のことなんですけれども、決算関連で乱高下したということであれば、ファンダメンタル要因だからテクニカルな要素というのは全然ないじゃないかと思われるかもしれませんけれども、実は NVIDIA 株が決算発表の翌日にずるずると売り圧力に押されて、結局前日比プラマイゼロまで下がってしまったこの下落のトリガーとなったのはオプション取引によるものです。そしてこのオプション取引を中心に行っていたのがアメリカの個人投資家。今回テクニカル要因とはいえ、機関投資家が中心になって暴落が招かれたのではなく、個人投資家が中心の動きです。アメリカの個人投資家というと日本人よりもはるかに投資に積極的で、個別銘柄に限らずオプション取引も活発に行われていますけれども、今回主役となったのは NVIDIA 株のオプション取引をめぐるもの。コールオプションとは何かご説明していきながら、今回の下落を招いた要因というのをお話ししていきたいと思います。まずコールオプションというのは、将来時点において株を買う権利のことです。例えば NVIDIA 株、決算前ですと約$450近辺ですけれども、例えば NVIDIA 株、決算をまたいだ後に上がるんじゃないかと予想したけれども自信がないとき、そんなときはコールオプションを使います。
例えば1週間後に買う権利、決算をまたいだ後に公式価格$480あるいは$500、$550といったところで買う権利を事前に買っておけば、自信がなかったけれども NVIDIA 株が本当に上昇し、それぞれの権利公式価格を超えて株価が推移すれば、例えば$600まで上がったとすると、それぞれの権利公式価格と$600の差額分利益が出るということですね。ただ決算前は$450程度の推移ということで、逆に決算が事前予想よりも悪く株価が下がってしまった場合は、権利行使せずに放棄すれば消滅する、あるいはこのオプション丸々他人に売ってしまうということもできます。しかし事前にこのコールオプション、権利を買うためには、証券会社やマーケットメーカーと言われるところにオプション料を払わなければいけません。このオプション料がだいたい NVIDIA 株の場合だと$5、$10あたり。ということは、わずかなオプション料を払うことによって NVIDIA の決算、これが良かった時に株価が暴騰してくれれば大きな利益を上げられる。一方で下落してもオプションは放棄してしまえばいいので、損失はオプション料の$5あるいは$10でとどまるという、自信がない時には非常に便利な投資商品ですね。さて、おそらくこのチャンネルをご覧いただいているプロレベル同然の視聴者様には、何を当たり前のこと言っているんやと思われるかもしれませんが、今のご説明少し難しかったという方のために、簡単な身近なものに置き換えてお話ししてみたいと思います。最近街中でよく見かけるようになった高級食パン、これを今回ターゲットにしたいと思います。この高級食パンを売っているパン屋さんから食パンを買いたいなと思ってるわけですけれども、この高級食パン500円の値札がついているんですけれども、このパン屋さんが売っている高級食パン、今週の入荷分はあと1本ということで、あまり迷っている猶予はない。皆さんパンを買うか迷っている間に他の人に買われないように取り置きをお願いするわけです。この取り置きの手数料が5円だとします。しかしいつまでも取り置きしてくれるわけではありません。当然食パンには消費期限がありますし、決められた日にちまでに買うか買わないかを決めてくださいと迫られるわけですね。そこで皆さん家に帰って高級食パンってそもそも相場でいくらぐらいなんだろうと調べてみます。そうするとある人は300円ぐらいだと思いました。そうすると別の店で同じ高級食パンを300円で買えるんだったら、わざわざ取り置きしてくれている500円の食パンを買う必要はない。ということで取り置き手数料5円はもったいないけれども、他の店で300円の食パンを買いに行きますよね。しかしこの食パン、消費期限が来る前に、このパン屋さんの食パンはすごい、モンドセレクション受賞みたいに表彰されてですね、ここのパン屋さんの高級食パンは700円ぐらいの価値があるという風になった場合はですね、これは急いで取り置きしてもらっている500円で買える高級食パンを買っておいた方がいいと思うわけですね。なんならその食パンを他の人に売りつければ700円で売れるので、差額の200円と取り置き料5円を引いた195円が利益になると。こういったロジックがコールオプションですね。それでは話を NVIDIA 株のコールオプションに戻しまして、権利行使価格、今ご覧いただいている3種類ありますけれども、話がややこしくなるので、一つに絞って$500だけにします。この時にコールオプションの買い手、個人の投資家は、このコールオプションによる損益のグラフというのはご覧の形になります。横軸は NVIDIA 株の株価、そして縦軸は買いのポジションによる損益、点線のところがプラマイゼロですけれども、もし NVIDIA 株が下がった場合というのは、点線から実線の差分、オプション料の分だけ損しますが、どこまで下がってもそれ以上の損失はありません。一方で赤の実線、損益のグラフが上昇に転じるポイントというのはこちら。ここが$500、権利行使価格、そしてオプション料、例えば$5だとすると、$505以上になれば点線を超えてくる利益が生まれるということですね。一方で証券会社、マーケットメーカーをはじめとするコールオプションの売り手に関しては、今ご説明した買い手とは逆のグラフになります。NVIDIA 株が下がればオプション料分だけ利益が出ますけれども、今回の例ですと$500のところを超えてくると損失が膨らんでくる。オプションの買い手に権利を行使されるということなので、どんどん NVIDIA 株が上がれば上がるほど大損を食らってしまうわけですね。ではこの大損食らわないようにするにはどうすればいいか。赤の実線、損益のグラフが右肩下がりにどんどん下がっていってしまうので、
これを打ち消す形でこのような動きをする投資商品を持っておけばいいわけですね。これで相殺されて大損を回避できると。このいわゆるヘッジに使われるもの、一番簡単なのは NVIDIA 株そのものです。これを少なくとも$500よりも安いタイミングで持っておけば、オレンジのグラフのように動くので、NVIDIA 株が上がった場合の大損というのは回避できるようになるわけですね。しかし、権利行使価格は$500ですが、決算前の段階では$450近辺ということで、このオプション、証券会社から見たときに、自身が販売したオプションの丸々 100% すべてをヘッジする必要はありません。もし到達しなければ、ヘッジのために買っておいた NVIDIA 株というのは意味がなくなるどころか、証券会社にとってのリスクになる。つまりこの$500に到達する確率を踏まえて、自分が販売したオプションの何割ぐらいの金額を NVIDIA 株でヘッジしておけばいいか考えるわけですね。例えば、決算前$450の NVIDIA 株で$500の権利行使価格、ここに到達する確率 40% ぐらいかなと思った時には、自分が販売したコールオプションの4割の NVIDIA 株を持っておけば良いわけです。期待値と同じような考え方ですね。その後、NVIDIA 株に対して何らかイベントがあって 60% に到達確率が上がった時、この時にはさらにヘッジのためのNVIDIA 株というのを買い増ししていかなければいけない。自分が販売したオプション総額の6割ぐらいまで NVIDIA 株を買い増ししておくというのが理想のヘッジの形となります。じゃあ今度逆にですね、$500まで到達する確率が 20% まで下がった場合、この場合はもう皆さんお分かりと思いますけれども、NVIDIA 株をどんどん売却して2割程度まで落とす必要があります。これが理想のヘッジの形。さて、ここまでのご説明でピンとくる方もいらっしゃるかと思います。今回 NVIDIA 株、決算が超絶良かったにもかかわらず、元の株価水準まで押し戻されてしまった要因ですね。今ご説明した NVIDIA 株のコールオプション、権利行使価格まで株価が到達する。その確率というのが上がったり下がったりすることで証券会社のヘッジのポジションが決まってくる。ということで、ここでご説明するのは、到達確率が上がるイベント、主に2つあります。例えば$500の権利行使価格まで到達する確率。1つ目は NVIDIA 株自体の株価上昇。そして2つ目は NVIDIA 株のボラティリティの上昇です。一つ目に関しては直感的にもご理解いただけるかと思います。例えば$450の株価が$480まで上昇すれば、権利行使価格$500まではあと$20に迫るということなので、当然到達する確率というのは$450の時よりも上がってくる。そしてこれ到達するとなると、権利行使されるということになります。一方で2番目、ボラティリティの上昇。これはどういうことかというと、株価自体は$450のままだとして、そこより先の見通し、マーケットで NVIDIA 株がどのように動くか、あるいはあまり動かない展開が続くと見られているのか、この見通しが動いてくると到達確率に影響します。例えばもともと水色のレンジ内で NVIDIA 株今後推移すると相場で見られていたものが、やっぱりピンクのレンジ、もっと大きく乱高下するようになるんではないかと見直された時には、これも同じく到達確率$500に至る確率というのはアップします。この乱高下するレンジの幅が大きく広がるというのは、何かイベントがあった時、そして一番わかりやすいのはその銘柄の決算ですね。こういったものが控えている時は、この乱高下の幅、インプライドボラティリティと言いますけれども、これが非常に動きやすくなります。この2つのパターンで到達確率がアップした場合には、先ほど申し上げた通り、オプションの売り手となっている証券会社あるいはマーケットメーカーが販売したコールオプションのヘッジのために NVIDIA 株本体を一生懸命買い入れてくるという形になるわけですね。それでは具体的にまず1番目、NVIDIA 株の株価は上昇してきたのかご覧いただきますと、こちら冒頭でご覧いただいた時間外取引の部分は除いた株価推移ですけれども、23日、24日、決算をまたいで24日の寄り付きには大幅に株価が上昇している。なんなら$500一瞬タッチしているという形ですね。これはもうコールオプションの権利行使価格、到達確率急上昇している瞬間だというのがお分かりいただけると思います。ではなぜその後ずるずる下がってしまったのか。今度ご覧いただきたいのは2番目の NVIDIA 株のボラティリティ、乱高下の幅がどのように見られているか。これも数値化したものがありまして、5日間の推移ご覧いただきますと、こちら左から3日間
23日までは100を超える水準、そして23日決算直前には140に至るまでの大きさのボラティリティだったものが、24日決算発表した後には寄り付きで80、そして直後に50まで下がっています。つまり NVIDIA 株は決算前は今後大きく乱高下すると見られていたものが、決算をまたいだ後は乱高下の幅が非常に落ち着くと見られるようになったわけですね。下の図で申し上げますと、もともとピンクの幅、広く乱高下すると思われていたものが、決算をまたいで水色、狭いレンジに見通しが変わったということです。つまり決算が済んで、ボラティリティが大幅に低下した到達確率の面から言うと、アップではなく大幅なダウンになったわけですね。さてこれで株価は確率上昇。一方でボラティリティの面では確率低下ということになりました。どちらのパワーが強いのか。通常であれば良い決算が出て株価が上昇することで一番の手順、オプションにおける到達確率も上がってヘッジの買い入れが進む。それがさらなる株価の上昇に寄与するということで一番の要素の方が強く作用するんですが、しかし NVIDIA 株の場合は決算に対する期待があまりにも高かった。決算をまたいで大幅に株価が動くと事前に予想されすぎてしまったがために、決算をまたいだことによるボラティリティの低下というのが一番の株価上昇よりも大きく作用してしまったということで、オプションの売り手、証券会社からヘッジのために買っていた NVIDIA 株が売却されたという流れになります。ということで今回 NVIDIA 株が良好な決算を発表したにもかかわらず、いつもとは違う異常なオプションの販売量、そして異常な期待値の高さ、これにより証券会社からのNVIDIA 株ヘッジの調整で売却が行われたということがずるずると下がっていった原因となりました。コールオプションにおいて NVIDIA 株の決算またぎの作用がいつもの1番株価上昇のパワーよりも2番のボラティリティ低下が大きく作用してしまった。この証拠となるのがこちらのグラフ。コールオプションの価格をそれぞれ示したものです。紫が480ドルが公式価格、赤が500ドル、オレンジが550ドルの公式価格のオプション量ですけれども、白のラインは NVIDIA 株自身の株価ですが、24日寄り付きに大幅に上昇したことによって、それぞれ色がついているライン、オプション価格は大幅に下落しているのがお分かりいただけると思います。オプション量が下がるということは、そのオプションの価値が減る。つまり、権利行使価格に到達する可能性が低く見積もられているということですね。白のライン、株価は前日よりも寄り付き上昇したのに、オプション量が下がる。つまり、到達確率が下がっていると見積もられている理由が先ほど申し上げた2番目の決算またぎによるボラティリティの低下ということになります。そしてこの NVIDIA の決算に対する異常な期待値、そして異常な個人投資家からのコールオプションの需要というので、テクニカル要因としておかしな動きをした中で一番得をしたのは、実はオプションを販売している証券会社です。それはなぜかと言いますと、まずオプションについて販売したのは決算前となりますので、今ご覧いただいている23日よりも前、オプション価格が下落する前、高い位置にいた時に販売をしているということですね。ここで大幅な利益が出ている。さらにヘッジのために買っていた NVIDIA 株、これも白のラインになりますので、事前に買っていた水準450ドル、そういったところよりも24日決算またいだ後に場中にずるずると下がっているとはいえ、前日よりも高いところで売れているということで、このヘッジのポジションからも利益が出ているということで、結果的に総取りとなったわけですね。さてここまで長らく NVIDIA 株の下落、テクニカル要因というのをご説明してまいりました。とはいえ決算は非常に良好なもの。例えば一番伸びると見込まれているデータセンターの売上、昨年と比較してあと3年で5倍以上に伸びると見込まれています。さらに NVIDIA 全体の売上高、そして1株当たりの利益 EPS の推移ご覧いただきますと、あと 2,3 年は大きな伸び率が続き、EPS に至っては9倍近く伸びると予想されている。ファンダメンタル的には非常に強い決算となったわけです。であらば、
NVIDIA 株が主導した半導体関連の株価下落というのは一時的な要因、長期投資するにあたっては今後も有望になってくるんではないかと考えるわけですけれども、最後に今回のまとめとして、これを踏まえてようやく出てくるのがパウエル議長です。少なくとも週末の日本株大幅に下落した要因というのは NVIDIA 株のコールオプションが中心。実際決算は良かった。しかも期待値が高くて、木曜日には大幅に上昇したにもかかわらず、このテクニカルな要因で金曜日は反転して大幅な下落。しかし半導体の相場環境というのは AI 開発を中心に非常に需要が伸びると見込まれている。そんな中で今足元ですぐにハイテク関連の株を買うのか、それとも今足元はディフェンシブな銘柄、高配当などを中心に固めて、もう少し様子見してからハイテク関連あるいはシクリカルな銘柄に転換していくのか、このタイミングを見極めるには利上げの姿勢次第ということで、パウエル議長がどんな発言をするのかというのが注目集まっているということで、別にパウエル議長の発言が控えているから相場が下がってしまったというわけではないというお話でした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。少しでもお役に立てていましたら高評価ボタン押していただけると幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。